今回の動画では2月25日より開催予定のサイドストーリーイベント、期間密林の長と同時に実装されるオペレーター。出発だ。各自カバーし合うように痕跡は残すな。前衛オペレーターフリントの紹介及び概説を行っていきます。また会ったな。私は我が部族で最も大柄で屈強な戦士フリントだ。ここには強い奴がたくさんいるのだろう。悪くない。片っ端から挑戦させてもらう。そうだ、ブレイズのお頭はどこにいるか知っているか？フリントは今回のサイドストーリーの舞台であるサルゴンの奥地出身の人物であり、ガビルと共にサルゴンに訪れていたブレイズと遭遇。その後、詳細はサイドストーリーにて確認することができますが、特に深い理由もなく PV のように殴り合いを開始しました。その結果、フリントは外の世界にも強い人物はいるのだということを実感。殴り合いの中で意気投合したブレイズを追いかけてサルゴンを飛び出し、ブレイズの推薦もあってロドスのオペレーターとなりました。入植ボイスからもわかるように自身のことを部族の中で最も強く、最も大柄な存在だと自負していますが、強さはともかくとして身長は 144cm と小柄なアーミアとは 2cm 程度しか変わりません。ですので、部族の中では大柄だったのでしょうが、アークナイツの世界どころか、現実の世界で換算をしてもかなり小柄な人物となっています。これに関してはフリントのモチーフとなっている動物の特徴を反映しているものと思われるので、後ほど解説をさせていただきます。そしてサイドストーリーの物語終了後は晴れてオペレーターにはなったのですが、フリントはユーネクテスやトミミとは異なり、外界とはほとんど接していなかったため、共通語を喋ることは全くできず、加入当初は意思疎通には難儀していたとのこと。また、強い人物がいた場合は、相手の同意を得てから様々な場所で殴り合いをふっかけていたので、その怪我を治療する医療部からすれば、非常に面倒な相手ではあったようです。最終的には、ブレイズとちゃんと会話をしたいということから、共通語を覚え始めたため、意思疎通の問題はなくなりつつあるようですが、それでもまだ、ところ構わず殴り合いを始めるという衝動が収まっていません。殴り合いはもはや部族生活の時には日常茶飯事だったということや、自分を強くしたい、強い人に出会いたいという気持ちが凄まじいため、収まることはないのかもしれません。そしてもう一つフリントには困った癖というか習慣が存在しています。それは見つけた花はところ構わず摘み取ってしまうという癖で、パフューマーたち園芸愛好者にとっては大きな悩みの種となっていました。ブリンから出たことがなかったフリントには、どうやら生えている花は自由に摘み取っていいという野生児ならではの解釈が存在しており、最終的には温室の花どころか遠隔が育てていた植物にも手を出してしまい、激しい争いにまで発展。後にガビルが仲裁を行ったことで争いは収まりました。その際にフリントはロドス館内に生えている花を摘んではいけないということを理解し、温室の管理者もフリントのために小さな花壇を用意。現在では他の花を勝手に摘み取るというようなことはせず、花壇のそばに座り込み、不慣れな手つきで雑草を駆除しながら、草花の成長を楽しみにしているようです。このように一見すると破天荒な人物という雰囲気を受けますが、実際は紳士であり、真面目であり、純粋であり、単純な人物なので、聞き分けが良く、適応能力も高くなっています。そのため、初対面では難儀する人物ではある一方で、きちんと向き合ってさえいけば、それ相応の関係を築くことができる人物とも言えます。実際、ボイスの多くからは、ドクターとはかなりフレンドリーに接していることが垣間見えるため、ある意味でギャップが凄まじい人物とも言えるかもしれません。フリントのモチーフとなっている動物は、フリントの特徴や昇進2のイラストに描かれている鳥を見る限りでは、ハチドリかと思われます。そしてフリントは一族の中では自分が最も大きいと言っているので、おそらく種類としてはオオハチドリがモチーフでしょう。オオハチドリは名前の通り、ハチドリの中では最も大きく、ハチドリの大きさが平均して 10cm 程度に対して、オオハチドリはおおよそ 20cm 程度もあるという、かなり大柄な体格をしています。とは言っても、日本でよく見かけるカラスでさえ 50cm 程度はあるので、
小さい鳥であることに変わりはなく、スズメの大体一回り大きいくらいの大きさしかありません。このように他の鳥と比べると小柄ではあるものの、平均的なハチドリよりかは大きいオオハチドリですが、ハチドリの特徴であるホパリングをしながら花の蜜を吸うということもきちんとできるようです。ドクター、お前はな、あれこれ考えすぎなんだ。敵がいれば拳で打ちのめせばいいだろう。ほら、休む時くらいそんな硬くなるな。リラックスしてみたらどうだ。こっちで一緒に横になるか？フリントは B ハンターやインドラと同じ手数型前衛オペレーターで、他の前衛にはない圧倒的な手数で敵を倒すことを得意とするオペレーターです。HP や攻撃力などのステータスは同じレアリティのインドラと比べると、攻撃力がやや高くなっている一方で、HP と防御力は低くなっていますが、大きな差ということはなく、攻撃力は15、HP は70、防御力は16の差しかないため、誤差といってもほぼ差し支えはありません。手数型前衛は B ハンターを含め、ステータスには大きな差はないため、基本的にはフリントたちのステータスあたりが、手数型前衛の平均的なステータスということとなります。そのため手数型前衛は、ステータスよりかは素質やスキルによって、どれを使うか選択することになるでしょう。なお、この動画にて紹介したフリントのステータスは、大陸版にて情報修正が行われた後のステータスとなっています。ですので、実際に日本版で実装される可能性があるフリントのステータスとは異なる可能性がある点にはご注意を。フリントの素質は、フリントがブロックしていない敵に対してのダメージが上昇するという効果となっており、たとえ他の味方がブロックしている敵でも、フリントがブロックしていなければ効果の対象となります。そのため、ステージによっては、非常に発動させやすい素質となっており、配置次第では確実にダメージを上昇させることができるという点では強力な素質と言えるでしょう。ただし、素質の効果はあくまでもダメージを上昇させるというもので、攻撃力を上昇させるというわけではありません。そのため、手数型前衛の弱点である、防御力が高い敵に対してのダメージが劇的に上昇するというわけではないので、注意が必要です。潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス24、素質効果強化、コストマイナス1となっています。手数型前衛は攻撃力上昇の効果を大きく受けるため、可能であれば潜在4段階目まで強化したいところですが、フリント自体の潜在強化の優先度があまり高くはないため、無理に強化をする必要はないでしょう。スキル1、無給は、SP が溜まった状態での次の攻撃の攻撃力を強化し、敵を普通の力で突き飛ばし、さらに1秒間足止めの効果を付与するスキル。スキル効果としては F イーターのスキル1に近いものと言えるでしょう。ただし F イーターよりかは攻撃速度が速いため、発動の頻度は高くなっている一方で、フリントのスキルの押し出しの力はいくら強化しても普通の力となっているので、押し出し目的で使用するというよりも、フリントのブロック数が0となった時のダメージ増加を目的とした押し出しと言えます。そのため、敵を押し出しても、後続の敵をフリントがブロックしないといけないというような状況では、このスキルの進化を発揮させることはできません。ですので、フリントの配置位置が非常に重要となるスキルと言えます。スキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、スキル一発の火力自体はチェンやシルバーアッシュ、インドラなどのスキルよりかは劣っている一方で、スキル攻撃と通常攻撃を合算した平均 DPS は高く、特に敵をブロックしていない時の平均 DPS はチェンをも上回る数値となっています。そのため、これらの数値からもわかるように、スキル1はいかに敵をブロックしないかが重要となっており、ブロックしてしまうと、このスキルをセットしたフリントを果たして使う必要があるのかというレベルにまで下がってしまうこととなります。このように全てのステージにて進化を発揮できるわけではないということや、配置場所を最適化させても強力な性能が手に入るというわけでもないため、フリントを使用する際にこのスキルを常用するかと言われれば正直微妙なところ。また、スキル特化によって得られる恩恵が攻撃力強化のみとなっており、発動 SP が少なくなるということも
押し出しの力が強くなるということもないため、高級素材を用いて特化をする必要があるかと聞かれれば、正直なところで言えばほぼありません。ですので、仮にこのスキルを運用するとしても、素材によほどの余裕がある場合でもない限りは、スキルレベルは7のままでいいでしょう。スキル2、砲防はフリントのブロック数が0となり、攻撃力と攻撃速度が上昇、さらに攻撃を受けた敵には毎回 0.3 秒の足止めを付与します。ブロック数が0になるということは、つまり敵をブロックしないということになるため、素質によるダメージ上昇が常時発動する形となり、攻撃間隔はスキルレベル7で約 0.57 秒に、特化3で 0.5 秒まで短縮され、攻撃相手にはほぼ常時足止めの効果が付与されることとなります。スキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、同じラッシュ系のスキルを持つインドラと B ハンターと比べてもかなり高い火力を叩き出しているということがわかります。インドラに関してはスキル発動中は術攻撃となるため、一概には比較することはできませんが、B ハンターに関しては発動に必要な SP が B ハンターのスキルの方が低いということ以外は、ほぼ上位互換と言っても差し支えはないでしょう。そしてブロックしなくなるという点は一見するとデメリットのように見えますが、足止め効果の付与によって相手はなかなかフリントに近づくことができない上に、相手がたとえフリントに近づくことができても、近接の敵であればフリントに触れることができないことを意味します。つまり、危機契約でのベンデッタのような一撃必殺系であってもフリントは、スキルが切れるまでは一方的に攻撃をすることが可能ということであり、たとえスキルが切れたとしても後方に他のオペレーターを配置しているのであれば、そのオペレーターにブロックを任せるということも可能というわけです。総じてスキル1と比べても雑に配置運用することができるのがこのスキルの特徴であり、配置場所を慎重に決めるという必要はありません。面倒な敵が近づいてきてもスキルを発動させるだけで、フリントの攻撃力、攻撃速度、ダメージが上昇し、敵には足止めを付与、敵が近づいてきたとしてもスルーしてくれるというわけです。そして足止めという効果からもわかるように、攻撃範囲内にいる敵に足止めが付与されているとき、その敵に対して脆弱を付与するスズランとは非常に相性が良くなっています。ですので、このスキルを使用する際には、スズランとの同時運用をお勧めします。このようにメリットだらけのスキルにはなってはいますが、やはりブロック0は諸刃の剣とも言えるスキルなため、場合によっては敵を素通りさせかねません。特にステルス系の敵に対しては、フリントの後方に誰かがいなければ、完全に素通りさせてしまうことになるため、注意が必要でしょう。また、必要ブロック数が3のロードローラーの前に雑魚敵が群がっているパターンでも、雑魚敵のブロックに後方の重装のブロック数が割かれてしまい、ロードローラーを素通りさせてしまうという事故も考えられるため、こちらに関しても注意は必要となっています。これらのスキル効果の内容や強化に必要な素材と強化率を鑑みて、スキルレベルは7で据え置くか、特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。ただ、特化では足止めの時間やスキル発動時間、スキル発動に必要な SP は変化しないので、他のオペレーターのスキル特化と比べるとあまり優先度は高くありません。フリントの基地スキルは訓練室に関するもののみとなっており、初期段階では前衛の訓練速度をプラス 30%、昇進2にすることで訓練対象が訓練する特化のレベルが2だった場合に、さらに訓練速度をプラス 45% するという効果となっています。つまり合計で訓練速度はプラス 75% されることとなり、訓練に必要となる時間は9時間を切ることとなります。スキルの効果が前衛オペレーターの特化に訓練時というかなり局所的なものにはなっていますが、前衛オペレーターは特化させておきたいスキルが多いため必須ではありませんが、ある程度余裕があるのであれば基地スキル目的で昇進させておいてもいいでしょう。それでは実際にフリントを使用していきます。今回使用するステージは7の1。フリントのステータスは昇進2のレベル30、スキル2の特化3となります。手数型前衛の大きなメリットの一つは配置コストの低さであり、
7-4のような高速配置が求められるステージでも先方によるコスト回復を必要とせず、高速で配置することが可能で、配置されたルートに向かってくる敵であれば迅速に処理することが可能です。一気に型をつける。貴様の生死は私が決める。この辺温度が低すぎるかな。スキル発動中はこのようにブロック数が0となり、攻撃している相手に足止めの効果を付与します。さすがにフリントの後方にオペレーターがいなければ処理しきることは厳しくはなっていますが、ある程度の敵であればほぼ短期で対処してくれるでしょう。おバカさんたち、僕の相手だよ。治療が必要な人はいませんか？お薬です。鮮血が武器を攻め、戦場を沸き立たせる。ちゃんと狙って投げないと。一気に型をつける。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。お薬です。お？へえ、私にやる。死の方向。この拳はどうだ。思い引かないよ。ちゃんと狙って投げないと。お薬です。投稿を拒む者には容赦はできる。フリントは手数型前衛としては平均よりもやや高い火力を持っているため、決して弱いということはないのですが、現状、手数型前衛が不遇な性能の扱いを受けてしまっており、フリントもその影響をもろに受けてしまっています。スズランとの足止めの組み合わせはかなり強力な組み合わせの一つではありますが、特に編成が円熟しているドクターがわざわざフリントを編成する必要があるかと聞かれれば、微妙なところとしか答えようがありません。一方でオペレーターの数が少なく、特に先方が不安定という新規プレイヤーからすれば、いい埋め合わせにはなるでしょう。総じて、現状ではフリントを優先的に育成する必要はあまりなく、同時期に開催されるローグライクでも目立った活躍はないため、フリントの育成はオペレーターの育成がある程度落ち着いてからでもいいかと思います。以上でフリントの紹介及び概説を終わります。この動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。